今日のモ活は筋肉マン懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。昭和の金消しを令和の今塗装しています。今回は往年の9センチサイズのデカ消し第7弾 G 型のゴッドシーサーをペイントします。超人図鑑カラーを意識した色分けにしました。水性アクリル塗料で色付けしました。デカ消しの第7弾 G 型、当時のパッケージに同梱されていたブックレットです。丸腰製の正規品で7弾のパッケージにはこれが入っていました。この7弾は本編活躍薄だった読者応募採用超人10体で構成されたシリーズ。今回のゴッドシーサーの他にもマップマンやスプレーマジンら個性豊かなキャラクター。まずは塗装前の状態です。大きな損傷などはありませんが、そこそこ汚れは目立ちます。ペイントには支障ないので、そのままいつもの工程で進めていきました。塗装後のレビューを先に。塗装面積の大きいカラー、主に3色で構成したペイントになりました。ムラなく塗り切るのが一つのポイントでした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理から進めていきます。煮沸して形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬けして可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。パレホのゲームカラーデッドホワイトを水で溶いて薄めながら塗りました。全体に塗りました。ハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。色分けの1色目は目、鼻、口に墨入れ的に色付けした黒です。下出るカラーのコントラストブラックテンプラーという塗料。2色目に濃い赤色です。下出るカラーのベースコーンレッドを使いました。この辺りの面積の大きい下出るカラーのペイントにあたっては、テクニカルというカラー種にあるラーミアンメディウムという塗料を筆に取りながら色をのせていきました。溶液の役割を果たせるカラーでびっくりするぐらい塗りムラが抑えられます。また塗料が減ってきて色ののりや粘性がいまいちになってきた状態の下出るをうまく活かして塗装をするときにも役立っています。赤はボディースーツ、リストバンド、ブーツに使いました。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきもよく隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ここで頭髪を含めたフェイスに下出るカラー、ベース、ライトなグレーのカラーであるセレストラグレイを塗りました。最初に入れた目、鼻、口は面相筆で避けながら色をのせました。明るいグレーのカラーですが、隠蔽力はそこそこ強い塗料。かかった時間は約50分の塗装でした。ゴッドシーサーは日本沖縄県出身で、沖縄の守り神、伝説の重蔵で悪霊を追い払う魔除けとして建物の門や屋根に設置されているシーサーをモチーフにした超人。超人強度は80万パワーで平和活動を行っているとされています。デカ消しは約9センチサイズの少し大きいサイズの金消しで、バンダイの子会社吊り下げ玩具を得意とした株式会社丸越が販売していたフィギュアシリーズでした。最後の色分けはボディカラー、腹部、腕部、脚部にパレホのゲームカラーでグレイシャーブルーという塗料を使いました。明るい青のカラーですが、この塗料も粘性が高く隠蔽力は強い。
とても扱いやすいです。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。目に上塗り、ファレホのデッドホワイトを再び。この白はいわゆる純白カラーです。最後です。下出るカラーのコントラスト、アポシカリーホワイトを水で溶いて薄めて頭髪の部分に染め塗りしました。これで質感が高まり、陰影も出せました。塗料は水性アクリルの下出るカラーとファレホを併用。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後、フロントビューからリアビューです。ということで今回は筋肉マン金消し塗装往年の丸腰製デカ消し第7弾ゴッドシーサーを水性アクリル塗料を使ってペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。